2、2、3の現代的身体像について、身体論について、哲学、生理学、精神医学、心理学の現代的な分野を見渡して、古典同一的な身体論の段階から本質的な進歩がもたらされているという兆候は監督できない。しかし人間の身体そのものの位置は現代でははるかにせり上がって意義を持つようになっている。それは現実的な感覚としての日常生活的な危機が、すでに身体によって支えられ、身体を犯すことによって、心的領域の全般を犯すという場面を拡大しつつあることによっている。そこで身体論は単に人間の身体とは本質的に何かという課題の探求を無視しても、身体とは感慨、人間を含めてとの関係として何を意味するかというところに、緊急な課題を強いられ、それが現代的特徴を見つけ出すようになった。身体が外部に広くカンカンとして、また自律的な活動体としての臓器として、あるいは生理として何を意味するかは第二義的な問題となり、ただ本質直感の対象となり得る限りにおいてのみ、身体の問題を取り上げようとする限定の仕方が登場することになった。ここではもはや現実的な生きて活動している身体が問題なのではなく、ただ本質直感に引っかかっている限りにおいての身体が問題となる。身体がどのような生理過程を営み、どのような感覚と臓器と四肢とが実在して、どう感覚に働きかけるかが問題ではなく、身体と称する人の座のうち、何が直感的に不変なものとみなされるかが問題となる。例えばメルロ・ポンティはこの本質直感という現象学的な概念を分かりやすく解説している。本質を直感しようとするなら、一つの具体的経験を考察し、それを頭の中で変容させ、それがあらゆる連関のもとで実際にどのように変容するかを想像することに努めればよいのであって、この変化を通じてそこに不変のままにとどまるものがあれば、それこそ当該現象の本質をなすものなのです。例えば空間形態というものの理念を形成しようとするなら、あるいは同じことですが、その本質に達しようと思うなら、我々は例えばこの電球のようなある空間形態の知覚を参照にし、この空間形態に含まれているすべての連関を想像の中で変容させてみればよいわけです。そしてその対象そのものが消え去らない限り、変容されないものがあれば、それがその対象の本質です。メロディーというものの理念を形成する場合を探ってみましょう。どこかで聞いたことのある歌を思い出し、そのすべての音符が変わり、音符相互の関係もすべて変わったと想定します。そこに変わらないままにとどまり、それがなければもはやメロディーというものもありえないといったものが残るでしょうが、それがメロディーの本質です。ポンティ、目と精神。ここで言われているそこに不変のままにとどまるもの、あるいはその対象そのものが消え去らない限り変容されないものが、決して実在の対象、現実的なもの、物体を意味してはおらず、実在的な対象の形式、関係に他ならないことは誰の目にも明らかである。それとともに対象を想像力に対して不変なものとして切り取るときは、たとえ現象学が対象の本質と呼ぼうが呼ぶまいが、本質ではなく、形式、関係に他ならないこと、また、この方法によって実在と関連、身体と心、現象と本体、主体と世界といって二元的な錯綜からは逃れることができることもはっきりしている。つまり事物のあまりに異様な関係に耐えられなくなった事物を救済するために、この種の現象学的な還元が極めて有効な遁走であるという事実が、思想的に貴重な課題を提示しているということを認めなければならない。ところで古典同一的な巨匠たちの方法は、この現代的な現象学的な還元の方法を得た後に、どこに何を残しているのか。今、一気に私たちの身体論を提示する前に、まだいくらか現代的身体論の有効なタイプを復習する方が良いように思われる。私たちが際立った独創なるものの存在に抱いている不信と疑問をはっきり表明し、同時に私たち自身の身体論から導き出されるものがどれほど意義を持つかをはっきりと示すためにである。まず、最初の現代的身体論のタイプは、ベルグソンの優れた考察に現れている。この考察はある意味で古典ドイツの巨匠たちの方法のちょうど対極にあると言ってもよい。どうせ私の脳を行使して、私の脳について考えるというところに、最も典型的に現れてくる脳の実在性とその作用の矛盾や二重性を防止することができないとすれば、
この世界は人間的対象とする限りすべて観念であり、その観念のうちで特異な位置を占める観念を身体と呼べば、身体はそれ自体で物的であるとともに、この世界の中でこの世界と連結し得る作用を持った観念の一種であるという特異な二重性が想定される。こういう言い方は観念論の最たるものであると腐す代わりに、こういう言い方の中に含まれている真理が何を有効に掲示するかという問いが発せられなければならない。なぜならば、このような言い方の中には、人間の存在の仕方の特異性を明らかにし得る契機が見つけ出されるからである。ベルグソンがその主張の中で選んだのはこの方法であった。ベルグソンが身体というイマージュというとき、身体を幽霊化したのではない。身体の中に心的世界が宿るという常識を超えて、可能性として人間の心的世界が身体との多様性を超えて拡大される場面があり得ること。それは心的な異常者または描写の心的な世界であるが、を言うために作り出されたのである。ところが私が単に外から知覚によって知るばかりではなく、内から感情によってもまたそれを知るという点で、他のすべてのイマージュからはっきりと区別されるイマージュが一つある。それは私の身体である。ベルグソン、物質と記憶。しかし私の想定したところでは、私の身体というイマージュの役割は、他のイマージュに現実的影響を及ぼすとともに、実質的に可能ないくつかの進路の中から決定を下すことであった。そしてこの進路は、おそらく身体が周囲のイマージュから得ることのできる利益の多少によって示唆されるのだから、それらのイマージュを私の身体に向けるその側面に、私の身体がそれらから得ることのできそうな利益を、何らかの仕方で彷彿させていなければならない。事実、私の観察によると、外的対象の大きさや形や色さえも、私がそれに近づくか遠ざかるかによって変化する。香りの強烈さや音の強さも距離に応じて増減する。最後に言えば、この距離自体も周囲の物体が、いわば私の身体の直接的活動から保護されている程度を、とりわけ示しているものなのである。私の視界が広がるにつれて、私をめぐるイマージはますます一様な背景の上に現れ、私と没交渉なものになっていく。この視界を狭めれば狭めるほど、その範囲内の諸対象は、私の身体が触ったり動かしたりすることの難易によって、はっきりと段落付けられるようになる。それらはだから私の身体に対して鏡のように生ずるかもしれない身体の影響を反射するのだ。それらは増減する私の身体の能力に応じて配列される。私の身体を取り巻く諸対象は、それらに対する私の身体の可能な行動を反射するのである。私の身体は、ある一つの瞬間だけを考えれば、それに影響する対象とそれが働きかける対象の間に介在する電動体に過ぎないが、逆に流れる時間の中に戻してみれば、私の過去が行動へと移り変わり、ちょうどその点に必ず一致しているのである。ベルグソン、物質と記憶。身体と呼ぶイマージュとは、この世界をすべて観念として見た場合に、ただ一つ二重の観念を背負わされるものを指している。この身体が負う二重の観念性は、観念の起源が身体にあるという理由によっている。この世界が対象として見えるものは必ず誰にとっても同一であるが、見るという作用にとって、この世界は誰にとっても何ら同一ではない。その理由はおそらく見えるという作用にとって、身体は対象となったすべての物的世界と同一のものであるが、見るという作用にとって身体は対象となった世界と別物となるからである。この別物となる作用は一種の行動、観念的行動なのだが、ベルグソンは観念作用を行動とみなしていない。そのために身体というイマージュから蹴落とされた身体は、ただ動く機械あるいは超越的な機械のようなものになる。そこがベルグソンの持つ矛盾が極まるところである。私たちはベルグソンのように、この世界をイマージュとして考えることを肯定してもよろしい。すると身体というイマージュはただ一つイマージュのイマージュというべ上された存在である。このべ上性を鑑定してみよう。すると身体は単なる一重のイマージュとなるだけであり、言い換えればただこの世界と同一になるだけである。この身体が世界と同一になるという過程は、厳密に言えば内在的な過程であり、ベルグソンの考える行動の概念では捉えることができない。また彼のイマージュの概念でも捉えることができない。なぜならば、すでに世界と同一になった身体にとっては、イマージュとして見る存在がなくなっているため、世界はただ物として実在するだけだからである。ところで、身体と呼ぶイマージュというベルグソンの身体論が最も有効さをもたらすように見えるのは、
人間がある状態、心的に異常または病的になった一時的あるいは永続的状態で、いわゆる理人症的な体験を用いるときである。症例 MQ。2年後の37年1月末、気分が不安定だという訴えで再び来院した。この時には、外界組閣感、親和性喪失感の理人症状とともに、次のような奇妙な体験を訴えた。体全体が引き締まったり浮いたりするようです。目が下を向くと何か考えていることが体の中に溜まった感じがし、上を向くと思っていることが抜けていく感じがして胸がムカつきます。体の中にも持っていることが詰まっていて、それが出てこないような感じがします。字を見ていると字が大きくなったり小さくなったりすることがあります。以後定期的通院を続け、同年9月には上記セネストパチー用の訴えも少なくなり、復職した。同年10月に結婚し、それを契機として来院しなくなった。39年3月に久方ぶりに来院し、歌詞から何かが昇ってくるような感じがするのですが、休んでいるとそれが溶けてしまって、自分の体でないような気がします。朝起きようとすると体が溶けていくとか、感じがないような感じがしますと訴え、2月より会社を休んでいると告げた。清水は正幸、理人症の疾病学研究。またその他にしばしば起こったことは、私自身と自分との身体の中の苦痛を感じる部分とが有利することでした。例えば、頭痛があった時に私はママのところに行き、歯が離れていってしまうの。歯にお話をしてちょうだいと頼みました。そこでママは、歯さん、あなたはルネちゃんを一人ぼっちにしやしないわね。私のあげるお薬を飲んでルネちゃんを眠らせてあげてちょうだい。わかったわね、歯さんと言ってくれ。私は歯になって、はい、ママと答えました。セシュエイ、分裂病の少女の手記。この種の理人体験がどこから来るのか容易にわからないとしても、ベルグソン的に言えば、身体がイマージュとして見られている状態が前提であるように見える。先の例で言えば、身体がイマージュであるために考えていることがそこに留まったり抜けていったりする溜まり場や通路であり得るし、またそのことで身体がいっぱいに満たされて胸がムカついたり、浮き上がったりすることができると考えてよい。そうだとすれば、身体という自然とそれに宿る観念とが肉離れになった状態のように見える理人体験は、実際は身体というイマージとそれ以外の感覚として存在するイマージとが全く異質なために合致できない状態とみなすことも可能である。ベルグソンの身体概念が精神疾病の分野に及ぼした大きな影響は、身体という観念のうちに人間の固定の観念を宿るという人間理解の仕方に根拠を置いている。観念あるいはイマージュとしての人間という位相に特異な位置を与えたとき、人間が自然ではないという状態があり得る可能性がベルグソンの視野に取り込まれた。そして理人的な体験の中で人間は最も典型的に自然であるものの中に置かれるということは、ベルグソンの思い見なかったことであるにもかかわらず、あまりにもベルグソン的な身体感を強調するものとなり得ている。後の例でも前提は同じである。歯というイマージュなしには歯は痛みとともに身体のイマージュから離れることはできないのは確かである。そこで歯というイマージになりきった少年ルネは歯としてママの言葉を聞くことによって応答し納得する。その後で初めて身体というイマージに軸を合併させることになっている。もう一つ、ベルグソンの身体というイマージという概念のたくまざる効果は、身体のうちに身体が制約されて観念が宿るという無意識の常識的なモデルを破壊したことにある。身体が得意なイマージだという概念は、ただ得意という意味では身体に制約されるとしても、イマージュという意味では身体の内とか外とかいう境界を無化していると考えることができるからである。ここでは観念の領域は無限の遠隔を包括する可能性を持つとみなされる。少なくとも異常または病的な心的世界では身体に制約された極めて自然な制約は第一次的には超えられる。私たちが無意識のうちに露呈している心の働き方の領域はここでは通用しない。正常な心的世界は異常または病的に拡大され歪みを受けた心的世界の部分にしか過ぎないとまでは断言できないとしても、人間の心的世界は身体という意図につながれたタコのようなものであるという考え方は成り立たない。この心的世界の調質をベルグソンの身体というイマージという概念は救済していると見ることができる。3、フロイトの身体論。フロイトは言うまでもなく、リビドーに人間的な本質を見た。このことはフロイトがあらゆる人間的な事象を性的に解釈するとか、生命現象ですら性的な表彰に結びつけるとか、
社会や歴史を書くとかいう俗説とは何の関わりもないと言ってよい。ただ人間の植物神経系によって支配される器官も、動物神経系によって支配される器官も、もし人間のあらゆる心的作用の遺憾と関わりなく先見的に存在し、活動するということが、人間の存在にとって疑い得ないと仮定するならば、これらの器官は個体にとって先見的人間性とも言うべきものとみなすことができ、この先見的人間性を仮に本能という言葉で表せば、本能は人間的であるよりも自然的あるいは生理的と呼んだ方が良いものとなる。そして自然的あるいは生理的ということが人間にとっても諸言条件と呼び得るとすれば、リビドーもまた性的な諸言条件であり、その意味では先見的な人間性でもあるというのは、フロイトにとって根本的な原則であった。もしそうだとすれば人間の身体の諸器官は先見的な自然性であるとともに、先見的な性的自然性でもあるという二重性を追うより仕方がない。言い換えれば身体の諸器官は、それに固有な役割と作用を持って人間の生命活動の構成に関与しながら、おそらく性的な役割と作用を与えられなければならない。そこで身体の諸器官はそれぞれ性的な意義を担うことになる。我々は他でもないヒステリー症の症候学によりまして、身体器官にはその機能的役割の他に性的、最上的、エロゲン、意義が認められる。そしてそれらの器官の最上的定義をあまりに主張しすぎると、機能的課題の遂行が妨げられるという見解に到達したのであります。精神分析入門した。この見解はもちろんフロイトの理論的な創建と見ることができるが、単独に突如として形成されたものではなく、ヘーゲル以降の古典ドイツの巨匠たちの方法が、独特にまた極度に追い詰められたものであると言っていい。身体の諸器官に心的作用の意義を認め、臓器もまた思考するし、感覚もするという意味付けでは、ホイエルバッハに最も鋭く現れている見解が、フロイトの理論的な中枢のところで再生されていると言えるからだ。フロイトはこの兆候は何よりもまず人間の身体のうちに最も定時の意図、言い換えれば植物神経系の支配する諸器官にはっきり現れるものとみなした。もし人間の身体が生命を維持するために、高校から食物を取り、胃や腸を経過して必要な栄養を摂取し、肛門から残余を排泄するという経路を根幹として考えれば、最初の口腔の摂取と、口腔の摂取と、最後の肛門からの排泄には、性的な最初の摂取と最後の性的な排泄の意義が二重に存在すると考えられるはずである。それとともに人間の身体のうち、この生命維持のための食物の摂取と、残余の排泄にわたる経路の諸器官の働きと、同時に同じ諸器官に与えられる性的な意義とが、最も接近して区別しがたい状態にあるのは、幼児であると考えてよい。そこでフロイトにとって幼児期の問題が重要な起点としてやってくる。幼児の性欲は大きな有機的欲求、ここでは自己保存的なそれ、食欲等の満足に依存して現れ、自体愛的オートエロティッシュに振る舞います。言い換えると、その対象を自己の身体に求め見出します。栄養摂取の際に一番はっきり現れましたことは、一部分排泄作用の際にも繰り返されます。我々は乳児は排尿及び脱粉の際に快感を感じる。そして間もなくそれに応じる最上粘膜本位の興奮によって、できるだけ大きな快感が得られるようにそれらの行為を調整することを努めると推断いたします。リビドーの意義という点に強いて固執しなければ、これは体験的に是認できる考えである。まだ意思表示を言葉にできない時期の幼児を考えると、動物と同じように、不満や不快を表示するために脱粉や排尿を故意に注意を引くために行うことは全く通常のことである。ここでフロイトの身体論のはらむ問題は主要なところで2つほど挙げられる。一つはフロイトが性欲という場合に何を本来的なものとみなし、何を臨時的な逸脱とみなしているかという問題である。もう一つは人間が生命を維持するために不可欠に働いている身体の諸器官の作用と、その諸器官が持っている性的な作用がどこで分裂の契機を迎え、そしてその分裂の契機は何を意味しているかという問題である。第一の点について言えば、フロイトは性欲が生殖目的に合致する自然状態にあるとき、本来的なものとみなした。もちろんこのことは生殖を目的として性欲を発動させるときに、本来的であり正常なのだという意味ではない。性欲の発動が最も本能の根底からなされるときに、
本来的であると言っているのだ。逆に言えば本能の根底に届かない性欲の発動は、フロイトによれば大なり小なり盗作を意味している。ところで性欲は人間においては大なり小なり関連的であり、そのためそれ自体を自己目的とし得るという性格を持っている。言い換えればリビドーとして盗作的であり得るということは、大なり小なり人間をその他のすべての動物性から区別する標識であると言っていい。盗作には性欲の人間的な矛盾が最もよく現れている。人間は類的な存在として本質を貫徹しようとするとき、性欲の対象に向かう思考性を盗作するという矛盾に当面する。そしてこの矛盾が最も激しくあらわになる時期を、個体の生命の過程に求めれば、アドレッセンス所要が最もその時期に当たっている。それでフロイトはこう述べている。我々は性本能が最初に十分な強さで自己を主張する思春期の時代に、昔の親密な近親相関的対象が再び取り上げられ、新たにリビドーが配給せられることを知るのであります。幼児期の対象選択は思春期における対象選択の弱々しいが、しかし方向を与える前奏曲に過ぎないのでした。ところでこの場合、非常に強い感情過程がエディプスコンプレックスの方向をとって、あるいはエディプスコンプレックスに対する反応となって起こりますが、これらの経過はしかし、それの前提にっているものが耐え難くなってしまう関係上、その大部分が意識から遠のかざるを得ないのです。この時から人間の個体は親から離れるという大きな課題に身を捧げなければならないのでして、親から離れての後に初めて人間は子供であることをやめ、社会的共同体の一致性員になるのであります。この課題のここにとりましては、己のリビドー的願望を母親から離してある現実の見知らぬ愛の対象を選ぶために使用し、もし父親と反目状態になるならば父親と融和し、もし幼児性反抗の反応として父親に屈服しているならば、その圧力を脱するということであります。これらの課題は万人に生ずるのですが、その解決が理想的な仕方で、言い換えれば心理的にも社会的にも安と正しく行われることが、まるであるのは注目に値します。精神分析入門下。フロイトの言っている愛の対象なるものを遠隔に血縁阻害的に選ぶためには、レヴィストロースの言うような家族や親族や部族の利益代償はあってもなくてもよいが、性欲がそれ自体として自己目的化し得る状態、言い換えれば生殖目的と分裂し得るということは必須の前提であると言っていい。この状態を共同体として人類がどの時期に持ったかをしばらく置くとして、個体としてはアドレセンス所要に持つことは経験的にも理論的にも確実である。そうだとすれば少なくとも性欲に関する限り個体は類的存在として意識的に出発しようとするちょうどその時に、性欲を類成立の基本条件である種の保存の契機から切り離すことを強いられると言っていい。そうだとすれば、フロイトの性欲と生殖目的との両概念は、どこかに曖昧さを持っているというべきである。むしろ問題はこうなる。性欲を生殖目的から切り離し得ること、言い換えればリビドーが盗作し得ることは、人間にとって本来的なものであると。そしてこのことは大なり小なり性欲を観念として祭り上げることができる能力を意味している。この祭り上げ方は思考の高みにまでは行き着かないが、少なくとも縁もゆかりもない、言い換えれば血縁阻害的なような族外の異性に対して別に対象を知り尽くしてもいないのに、愛していると求愛し得るほどの高みには祭り上げることができるのだ、と。この私たちの問題意識は身体の初期間に性的、最上的な意義を認めようとするフロイトの身体論を思考しがたいものとみなすことを意味している。もし身体の初期間に性的、最上的な意義があるとすれば、ただその意義は観念として人間が与えた意義に他ならない。なぜある場合に人間は身体の初期間に性の観念を与えるのだろうか。そしてなぜある場合に与えないのだろうか。フロイトはこの場合、ただ初期間が本来の機能的な役割の他に持っている性的最上的な意義が強調されて、ある特定の期間に古代に固着するか、あるいは弱調されて過小に固着するかが、あらゆる身体的な関連障害の問題だと考えている。しかし、性の関連を外から与えるか与えないかが問題であるとすれば、この選択の契機について十分に説明されなければならないはずである。おそらく観念としての性欲は遠隔の対象に対しても直接的な接触を行いたいという願望あるいは必然性が初めて発生させたものであり、その場合の性的な接触を個体と個体の間で保証するものは、観念としての性以外にはないという理由によっている。本来的に個体と他の個体との最も深部における接触は、期間的には性器以外にはないが、それが不可能であるという意識は、
他の機関の二義的接触に集中するという意識を生み出すことができる。婚姻あるいは性的な人間関係の中に現れる居住性の問題は、観念としての性と機関的な性の間の矛盾を解決しようとするところに現れる。個体と他の個体との間の一対一の接触の仕方はもちろん様々な形で現れうるが、最も本質的な接触の仕方とは、最も本質的に個体と他の個体が直接関係として存在する仕方であり、それは性器官による直接関係を本質としている。4. フッサール、ヤスペルス、ピンスワンガーの身体論。現在の身体論について考察する前に、ぜひとも現象学的還元という概念について、うまく了解しておく必要があるように思われる。なぜならば、ここで、つまり現象学で私たちは、経験の内的な意味とも知的な理性的な判断とも妥協しない概念に出会うことになるからである。なぜ西洋哲学の歴史がこういう概念を必要とするに至ったかについて、私は実感的に述べることはできない。ただ、現象学の方法の中に経験が内在化されて、心的な世界が構成されるという考え方にも妥当しなければ、事象はどんなものであれ、つまり身体的に見られる変化であれ、心的な変化であれ、判断可能であるという考え方にも妥当しない、ある領域のようなものを実感的には認めうるような気がする。このある領域が現象学的な還元に妥当する世界かどうかは問わないとしても、現象学的な還元の概念がこの空撃に着目しているのは確からしく思われる。ウッサールは現象学の理念の中で私たちが漠然と内在と考えているものに疑問を提出している。普通内在というとき、ある事象を体験した意識が、その事象を意識体験として個体の内部に存在させることを意味している。そしてこの存在感を保証するのは、体験したという意識の作用が疑い得ないところから来る客観的妥当性の判断であると考えることができる。ところがこの場合、意識が確かに体験したということの中には、ある曖昧さが含まれている。この曖昧さはまず意識が直感的に丸ごと事象を把握しているという自己の内在体験と、認識作用を一般として把握しているという普遍的な内在体験とに分けるとすれば、前者はいわば無条件的に認識の内在性として考えることができるが、後者は自己が内在的に持っている意識という意味では、決して無条件的ではない。そこで現象学的な方法は、後者を排除するところに本領を持ち、またそれだけを選んで通ると考えることにすれば、この選択の仕方を現象学的な還元と呼ぶことができる。今、後者を超越的なもの、言い換えれば直感的な全体性としては内在しないものと名付ければ、超越的なものは、客観的な妥当性を持った内在とは考えずに、せいぜい妥当な現象として考えるにとどまることになる。そして前者だけが絶対的に内在する現象として自己に与えられるものとなる。ここでは生理的な自然と見られる身体は超越的な対象であり、心理的な惰性と見られる身体も曖昧なる存在に過ぎない。そこでフッサールにおける身体とは現象学的な還元の作用を通過したものを指しており、またこの作用と対立する限りにおける身体であるということができる。フッサールによれば、この問題は次のようになる。すなわち私が自然的見方において行うところの世界に対する相素定が、その養分を汲み取る源泉、したがって私が定在的なるものの世界を私に対立するものとして意識によって完全に見出すこと。すなわち私がこの世界における私に対し、一つの身体を期し、それゆえに私自身がこの世界に組み入れ得ること。このことを可能ならしめるところの究極的源泉を探し求める。現象学は探し求めるのである。この究極的源泉は明らかに感性的経験である。ただし我々との目的にとっては、感性的知覚を考察すれば十分である。ただし、感性的知覚は経験諸作用の中にあって、ある正しい意味において、現経験、他のすべての経験作用は基礎づける力の主要部分をこの現経験から得てくる。役目を演ずるものであるからである。いかなる知覚意識も、個体的客観、それはまた純粋論理的意味においては、個体ないし個体の論理的イコール範疇的転化であるの有体的自体現在の意識であるという固有性を持っている。感性的なる、すなわちさらに明瞭には、物的なる知覚に関するところの我々の場合においては、論理的個体はものなのであって、ものの知覚を
特徴、経過等々においての他の知覚のすべての代表者として扱えばそれで十分である。純粋現象学及び現象学的哲学公案、上。ここで述べられている現象学的な身体を実在の対象はいつも同一でありながら、それに対する感性的な把握は必ずしも同じではなく、常に変化し流れるものであるという意想で、感性的な本質を有する座としてみれば、ほぼ的を射ることができると見ていい。そのような座は実在はしないが存立することはできる。けだし存在するものは内在性としては測定することはできるし、この種の内在感にやってくるものが肉体としての輪郭を欠くとしても、本質直感を満たしている限り、それは普通心身というのとは違った意味で、ある特性的な身体の概念とみなしても不都合ではないと言えるからである。ここで現象学が考えている身体が本当はどんな具合にできているかをもっとはっきりさせるためにはどうすべきであろうか。それは、古典ドイツの身体論がホエルバッハにおいて最も単純に、率直に自分に課したと同じ問いを現象学の方法に課してみればよい。私の身体は私の視覚によって捉えているかどうかに関わりなく実在するものであることは疑いない。その意味では目の前にある机や椅子と何の変わりもないものである。ところで今私の目が私の身体を対象として知覚しようとした。この知覚は私の身体が机や椅子と同じように見るという知覚において不変であるにもかかわらず、身体の知覚としては絶えず流動し変化するものとなる。すると私は不変な対象としての私の身体を流動し変化する私の身体知覚によって捉えていることになる。不変な私の身体は私の働きかけに関する限り流動し変化する知覚身体である。これは矛盾ではないのか。先にも述べたようにホエールバッハは私の知覚の対象となっている身体と私の身体を把握するために行使されている私の身体の器官とは別のものだが、この別性には客観的な感性的な根拠があるとみなした。ところでフッサルはどこを叩いてもこういう別性についてことさら言及してはいない。ただ対象は知覚を超越しているものと絶えず流動し、変化する知覚の意識のうちに現出するものとの二つになるだけである。ここで超越するというフッサルの概念は困難な概念だが、確かに言えることは、実在するもの、物的なるものと、実在しないもの、観念的なものといった別性の次元と、超越的なものと、知覚においてあるものという概念の次元とが全く違うということである。しかし、こう考えられる現象学的な別性は、普通考えられる実在感に裏打ちされたものと、個体の関連作用に裏打ちされたものとの区別のような意味では明確ではない。言い換えれば経験可能性ではない。比喩的に言えば、大地と空とを区別し、この区別が自然界で果てしなく続く明瞭な区別だと考えるのを、心身二元論の統一性とすれば、現象学的な区別は大地と空とを統一的な領域とみなし、この統一的な領域は果てしなく続くそれとは一質の大地と空を包括する統一領域とせめぎ合い連結し合っているとみなすことを意味している。この二つが世界像を異にしているのと同じように、現象学的な身体論は、心身二元論の統一性と人間の身体像やその働きの了解の仕方を異にしている。フッサールは心身相関の領域にある画期的な着想を与えた。彼によれば全ての世界内現象は90度だけ転化して見える。そしてこの転化を是認すれば、身体の中に心的世界が宿るとか、心的世界は身体を超えて時間的にも空間的にも拡大し得るとかいう概念が通用する世界に触れることは、第二次的な問題であり、心身二元論の代わりに本質直感に引っかかってくる限りでの心身という統一性の世界だけが問題となる。そしてこの方法は常に心身相関の領域だけを扱わなければならない分野で有効さを示し得るようにさせた。この分野では超越的な意味での身体における部分的な欠陥は心身の統一性の欠陥として現れるが、それにもかかわらず個体の心的世界の欠損は必ずしも身体の部分的欠陥を原因するとは言えない片道性が通用する。そればかりではなく、個体の心身の作用は対応させることができないような現象にも出会う。ヨスペルスはこの問題を次のように指摘した。一定の心的過程が営まれるためには、それに相当した期間が損なわれていないことを要するという意味しかない。こういうことは根本的には目や運動機構が完全に機能を営んでいることも、またそれに必要な手段であるというのと違いがない。神経学的機構の知見においては、我々は上へと進んできているけれども、
それでも心的なものにあるいは並行しているかもしれない現象からは無限に隔たっている。失語症や執行症が発見されたことから、心的なもの自体の両分に地表を占めたという考えが抱かれたのは全然誤りである。精神的なものと身体的なものが平行関係にあるのか交互作用にあるのかの問題は、従って経験的には全く定められない。どちらかを経験的に立証できるような例を我々は一つも知らない。我々が知り得る身体的現象と精神的なものとは、双方が探求し得る対象となる限りにおいては、我々には未知の無限に広がった中間事実によって隔てられている。精神病理学総論、上巻。ここでは経験的な絶望の宣告が下されているが、この宣告は現在でも有効である。そこで無限に広がった中間事象をそのまま囲い込んだ現象学的な身体、本質直感である限りの身体の概念の有効性を、ヤスペルスは疑いもなく採用していると言ってよい。夢はそう言いたければ、植物神経系と若干の割合に古い部分の動物神経系が支配している時の心的世界であると考えても対価がないが、この心的世界では、身体は上昇したり浮遊したり落下したりすることができる。この場合の身体は明らかに観念だが、物的実在的身体とは無関係に、身体が自由に振る舞えるという意味では、夢に現れる身体は、観念的な可能性の象徴なしている。この夢に現れる身体に意味を与えうるとすれば、物的な現実的な身体と違って、重力に逆らって挙動しうるという点に根拠を求められる。ビース・ワンガーはヤスペルスと同じように、フッサールに依拠しながら、重力から言うような夢の中の身体の挙動に、重力に逆らいうるような夢の中の身体の挙動に倫理的な意味を与えようとした。夢の中で飛翔と落下は周知のようにしばしば我々自身の身体的形態の不動と沈下として現れてくる。そしてこの浮き沈みの夢を、不沈の夢を時として身体の状態、とりわけ呼吸と関係づけるが、この場合、いわゆる身体刺激の夢を問題にしているのである。またあるときは、不沈の夢は、官能的気分や純粋に性的な願望と関係づけられる。この二つの解釈が共に可能であり、我々はこの二つのどちらとも衝突するわけではない。というのは我々の理解においてはアプリよりな構造を発見することが問題であって、身体刺激や身体図式一般も官能的性的主題化もともに、このアプリよりな構造にとっては特殊な二次的充足だからである。今、二次充足だけを例にとってみても、何故にこの時点において、この特殊な内容充足が表現されるに至ったのかを理解するためには、夢見るものの外、内的生活史の中に横たわる特定の動機が証明されなければならない。ビース・ワンガー、夢と実存。ここで言われているアプリよりの構造とは、現象学的な還元によって把握された心身のある統一性の構造を意味している。それの把握がなぜ必要なのか、なぜ重要なのか、おそらく個体の世界内における存在の様式を意味していると考えられているからである。人間が個体としてどう機能し、どう挙動するか、またその原因は何かという問いは、ここでは重要ではない。確かに私たちが夢の中でふわふわと空中に浮かんでいい気持ちになったり、次第によく見知っているはずの風景が長官図に変化したり、落下や墜落の過程にあって恐怖に思わず声のない叫び声を上げたりするという体験を持っている限り、この夢体験を個々の身体状態に結びつけるよりも、個体の存在様式の問題として考えることこそが重要となってくる。ビース・ワンガーのように飛翔の夢は希望に、落下の夢は失望に結びつけるのは、その時々の生理状態と結びつけることの裏返しであって、あまり意義を認めにくいが、個体の存在様式の表彰として返せる限り、飛翔、落下も個体の存在様式からの逸脱の願望を意味していると理解するよりか仕方ないことは明らかである。そしてこのような逸脱は個体においては大なり小なり、倫理あるいは反倫理の様式として考えられやすいのは納得される。このようにして現象学的な身体は実在の重量も物性も持たないが、飛翔や落下や浮遊の可能な形態的な様式となる。しかしこの様式は実在に対する観念ではなく、認知よりも直感で身体の形に肉付けされた様式である。